すっごく可愛い新しいカフェです。めっちゃ人気なのでオープンサンドが美味しいです。はい、ちゃんめきです。私は2024年4月にカリフォルニアベイエリアに移住してきました。今日は私のベイエリアおすすめカフェ5選を紹介したいと思います。ベイエリアで生活し始めてもうすぐ1年が経つんですけど、私はもともとカフェが大好きで日本にいる時からめっちゃ行ってました。ベイエリアに来た当初は東京はもちろんニューヨークとか LA みたいなおしゃれなカフェがこの辺全然なくて正直絶望してたんですけど、いろいろ探して気に入ったカフェがいくつか見つかってきたので今日はそちらをご紹介したいと思います。今もねカフェに来てるんですけど、こちらもお気に入りなので後ほど紹介します。ちなみに私あんまりコーヒー飲めなくて、なので申し訳ないんですけどコーヒーの風味とかでは選んでないです。もちろん美味しいところだけなんですけど、そのコーヒーの豆とか浅入りがどうこうとかそういう細かいことは気にしていないので、シンプルにお店の雰囲気や美味しさ、メニューの豊富などそういう総合的なところで気に入った場所になります。もちろんねまだ全部制覇できたわけじゃないので、これからもねお気に入りのカフェが見つかったらインスタの方に上げていくと思うので、そちらもよかったらフォローしていただけると嬉しいです。じゃあ早速1つ目なんですが、1つ目はワンオツコーヒーというカフェです。ここは3店舗あってマウンテンビューとサンタクララにあるんですけど、そのうち1つは屋外のカフェでまさにここなんですけど、ワンオツコーヒーポップアップバーっていう名前でオフィスエリアの中にある感じで、結構穴場なのか週末はそんなに人がいないイメージだったんですけど、今日はね天気がいいからかちょっと人が多いです。でもそれでもね敷地内がすごく広いので今ねこの辺には誰もいません。メニューはドリンクとちょっとパンがあるくらいで、ここは基本的にテイクアウトのカップでの提供です。こんな感じのカップでなんかねロゴが入ってる時もあるんですけど、今日のやつは本当に普通のコーヒーカップです。で私は抹茶ラテを頼むことが多いんですけど、今日はなんかねシーズナルだと思うんですけどラベンダーハニーラテっていうのがあったのでそれにしてみました。なんかねラベンダーもそんなに強くなくて美味しいです。一応ラベンダーの花びらがね上に乗ってます。でさっきも言った通りすごく広いので子供連れでも来やすいと思うんですけど、閉店時間が早いのでそこだけ注意してください。天気のいい日とかねこれから暖かくなってくるととても過ごしやすいカフェだと思います。でマウンテンビューの方は行ったことないんですけど、サンタクララのもう一個の店舗は去年の秋ぐらいにオープンした新しい店舗で、店舗は小さめなんですけど中と外にも席があって、ピンクとかねブルーの可愛いマグカップで提供してくれるのと、こちらはフードがオープンサンドだったりパンだったりいろいろ種類があります。フムスのオープンサンドが美味しいです。で続いて2つ目はボヤージャークラフトコーヒーっていうカフェです。ここは4店舗あってクパチーノ、サンタクララ、サンムゼにあります。1つはね2週間前ぐらいにオープンしたみたいなんですけど、ここはすっごい人気のカフェで平日でも混んでるんですけど、メニューが豊富で個人的にはもうコーヒーもラテも飲みたくないっていう日があるのでレモネードがあるのが嬉しいです。ちなみにねここには東京っていう名前のラテもありました。美味しいオープンサンドもあるので朝やランチにもいいんですけど、とにかく混んでます。特にサンタクララユニバーシティの店舗は駐車場がだいぶ狭くて、あとは基本路中みたいな感じだったので駐車に慣れてから行った方がいいと思います。クパチーノは駐車場も店舗も少し広い感じがします。で3つ目はアンディタウンコーヒーロースターズっていうカフェです。ここはサンフランシスコに何店舗かあって、あとメンローパークにもあります。で私が行くのはメンローパークで、ここは店内がすっごく可愛いです。今回ね紹介する中では一番好きな雰囲気です。座る場所は広さの割にそ
そんなに多くないかな。どうだろう。雰囲気的にはあんまり長居する感じではないんですけど、外にも席があるので天気がいい日は外でゆっくりするのもいいと思います。ここはドリンクがいろいろあって TK も充実してます。ここもね抹茶ラテありました。抹茶ラテってこっち本当に多いです。パンとか焼き菓子系もあって、トートバッグとかフーディーとかグッズも可愛かったです。で4つ目はパロアルトのブルーボトルです。ここはユニバーシティアベニューっていうすごい綺麗な通りにあって、もともとね映画館だったところをカフェに改装しているらしくって、他のブルーボトルとは違う雰囲気でとっても素敵な場所です。なので外観のブルーボトル感が薄くって、夫の会社の知り合いもここにブルーボトルあるの知らなかったって言ってました。メニューはドリンクもペストリーも日本と似てるし美味しいと思います。ブルーボトルって実はカリフォルニア発祥のカフェなんですけど、アメリカに来たばっかりの時ってローカルなカフェ知らないじゃないですか。ブルーボトルは日本でも結構行ってたのですごく入りやすかったです。ちなみにここは中が広くってコワーキングサービスも併設されてるみたいなんですけど、そちらはね一応別サービスになるみたいです。それでもね広いと思います。最後はムーンウェイクコーヒーロースターズです。ここはサラトガにあって、去年の秋ぐらいにオープンした新しいカフェです。ここもめっちゃ人気なので、店内で座りたい場合は朝一をおすすめするんですけど、ここもねメニューは豊富で、カルダモンオレンジラテとかちょっとね他にはない感じのドリンクもあります。パンとかもあって、ハニーフィナンシェが美味しかったです。すごく面白かったのが、前に1回行った時にオーダーするのに並んでたんですけど、たまたまね前の人も後ろの人も日本人で、日本人がね3組続いてたのがすごいレアで不思議でした。お店は混んでるんですけど、ここは駐車場が一番広くて止めやすいです。ということでベイエリアのおすすめカフェ5選を紹介したんですが、普段ねただゆっくりするためにカフェに行くこともあれば、勉強だったり作業をするためにカフェに行くことも多いです。そういう時はスターバックスとかピーツコーヒーに行くことの方が多いです。スタバはメニューはやっぱりちょっと違って、私が日本で好きだったゆずシトラス&ティーとか粗挽きソーセージパイとかキッシュとかはないです。日本のメニューの方がこう季節感も強くて魅力的に感じるんですけど、でもね似てるので安心感があるし美味しいです。私が渡米したばっかりの時はなかった気がするんですけど、最近ねカップにこうメッセージとか絵を描いてくれるので、それもねちょっと嬉しいです。行く前にだいたいアプリのモバイルオーダーを使ってます。でピーツコーヒーもチェーン店で今日本にはないと思うんですけど、こっち特にこの西海岸にはたくさんあって、実はねピーツもカリフォルニア発祥だそうです。でピーツもドリンクがいろいろあって、スタバほどではないんですけどペストリーもいろいろあるんですけど、この前ねサンフランシスコ空港に行ったらびっくりするほどの種類のペストリーがあったので、店舗によってね結構差がありそうです。大体のカフェはね Wi-Fi があるんですけど、スタバとピーツはね必ずあるので、ただね気分転換に外で作業したい時はスタバかピーツに行きます。はい、ということで今回は私のベイエリアのお気に入りカフェ5選を紹介しました。多分ね本当に普通にいると思うので、見かけたら声かけてください。他にもね行きたくて保存しているカフェがいろいろあるんですが、またインスタとか Vlog で紹介できたらなと思います。この中でね気になったカフェや他におすすめのカフェがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画が参考になったらぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。